はい、どうもフランスガイド中村です。フランスが誇る大天使ミカエルの聖地モン・サン・ミシェル、ノルマンディとブルターニュのちょうど境目に位置し、英仏100年戦争の間にはフランスを守り続けてきた要塞でもありました。岩の上には修道院、中世より多くの巡礼者たちがこの街道を歩きながらその頂点を目指しました。今回は一見するだけだと見逃してしまうようなモン・サン・ミシェルの裏道を紹介したいと思います。それでは行きましょう。オニバプレゼンツモン・サン・ミシェル美しい村散歩のスタートです。行きましょう。はい、スタートで、このまままっすぐ歩いていきましょう。まっすぐ歩いていって、この正面の入り口、これはね誰でも入ると思うんだよね。だからこのまままっすぐ行って、ちょっとね違う入り口から入ってみようと思います。というのはね、もう一個入り口があるんですよ、ここに。さあわかるかな、皆さん、どこに入り口があるか。これはですね、なかなかよーく見ないとわかんないんですよね。さあ今ね、ものすごくいい天気ですよ。気温はけど風が強いんだよね。気温はどれぐらいだろう。気温は16度。結構ね、寒くはないんだけど、ちょっと涼しいぐらいですかね。いやー、素晴らしい天気ですよ。カモメがいっぱい鳴いてます。あそこに消防車があるでしょ。消防車の後ろ側に回ります。ここぐるっと回ります。ここから入ろう。さあこんなところにもね道が実はあったんです。こういうふうにね、今回はねなかなかモン・サン・ミシェルここ知らないんじゃないかっていうところもちょっとずつね紹介しながらいきたいと思いますよ。さあ正面に見えてるのはこれトイレなので、こっち側の階段の方から行きましょう。そうするとちょうどね、入り口に入ったようなところから行きます。はい、そして一つ目の城門が見えてきました。英仏100年戦争の時、14世紀、ここではね、イギリス軍と戦うための要塞がありましたので、まずは一つ目の大きな門を通っていきましょう。はい、この門を通ると左手に見えてくるのが、これがね非常に有名なオムレツの店のメールプラールですね。巡礼者が来た時にここで卵をかき混ぜてさっとかまどで焼くのが有名だよね。さあここに今ポスターが見えているんだけども、ポスターの下を見てください。ポスターの下を見るとこの長いフライパンがあるんだけども、このフライパンで上でねボウルがあるんだけど、そのボウルでかき混ぜた卵をこの長い絵がついたフライパンのねオーブンの中にさっと入れてふんわりと焼き上げるというオムレツ、これが巡礼者たちにとってのごちそうだったわけなんだよね。さあこんな、メールプラルおばさん、ちょうどねポスターのところで今かまどの中に長いフライパンを入れて、それで焼いてるところですね。バターをたっぷりね、ノルマンディ産のバターと卵、そしてそれをさっと焼き上げてふんわりしたオムレツを作るっていうのが、ここの名物でしたよね。さあ先進んでいきましょう。そうするとね、目の前に今度は王の門と言われる跳ね橋東門が出てきましたよ。さあここもね大きな要塞だったところです。さあ進んでいきましょう。
でこのまままっすぐ進みます。行きましょう。さあ羽橋渡っていきましょう。そうすると右側にね、これは要塞の外壁をずっと上を歩くことができるんだけども、そこに上がるための階段なんかもここからあります。今ねちょうど下が人が降りてこようとしてるかな。はい、そしてねまた正面を向いてください。そして今度は左手を見ると、今度は郵便局ね、郵便局がありました。はい、ここね郵便局、モン・サン・ミッシェルから手紙を出すとモン・サン・ミッシェルの郵便局のねスタンプを押してくれるということで、ここからハガキを出すなんていう人が結構いるかな。そして今ねここはポストの看板もかっこいいよね。馬に乗って手紙を持っている人が表現されています。そしてここは今では、観光案内所にもなっているんで、こんなところを地図をねもらってもいいかな。そしてねもう一度この王の門のところ映してもらうと、はい、こっちですね。これが市庁舎になっています。モン・サン・ミシェルのね市長がここにいる、フランスのね国旗もありますよね。さあそれではもう一度振り向いてもらって、このモン・サン・ミシェルのメイン通りであるグラントリューというところを行きましょう。さあまっすぐこのまま道なりに歩いていきます。そうするとねここはモン・サン・ミシェルというところはだいたいね9世紀から巡礼者たちがたくさん訪れるような場所になっていきます。11世紀にはね、大量の巡礼者たちがここにやってきたと言いますよ。今ではねその世界中から観光客の人が来てるかもしれないんだけども、まさに11世紀からもうここはもう観光ではないけど巡礼のね、中心地でございました。ですから今ではこのようにお土産屋さんが左右にずらっと並んでいるんだけども、見てください。レストランとかねポストカードを売ってたり、お土産屋さん、いろんなねおもちゃとかキーホルダーとかいろんなものを売ってるんだけど、実はこれ11世紀からこのようなお店っていうのはあって、いろんなね、巡礼の思い出、来た証拠みたいなねものを売るところがたくさんあったんですよ。さあこのね参道で注目していただきたいのはこの看板なんだよね。看板がいろんなものがバリエーションがあって、まさしく中世の街並みってこんなだったんだろうなって思わせるような道になっています。さあこのままね少しずつ私たちは上り坂になっていますが、左右のお土産屋さんとか、レストランとかをね見ながらそのまま進んでいきましょう。いやーなんか雰囲気あるよね。中世の街並みに入ってきたっていう感じがする。さあ少しずつね私たちは坂を登っていますよ。このモン・サン・ミッシェルというところは708年に、オーベル司教とこの隣町にあるんだけど、そこの市長の夢の中にね大天使ミカエルが急に現れて、そこでこの岩山に聖堂を作れっていうところから物語が始まるんだよね。ですから今この私たちは岩山を登っているということになります。さあ左の店を見てください。ル・トリポと書いてあるところなんだけども、ここは、ソフトクリームね塩バターキャラメルのソフトクリームが有名なところで、暑い時、今日はねちょっと寒いんだけども、暑い時はこんなところでソフトクリームを食べるのもいいかもしれないですね。さあ今はね私たち7月なんだけども、さあそのまま進んでいきましょう。今7月なんだけども、本来だったらね非常に暑いはずなんだけども、今回はすごい寒いからね、あんまりソフトクリーム食べてる人はいないんだけども、あれは名物の今は一つとみなされています。そして今ねちょうど私たちは昼頃かな。もう少しするとシーズン中であればあと2時間ぐらいすればな、シーズン中であれば、日帰りのね人たちがここにどんどん着くようになるので、人がすごいこれから増えていきます。まだね午前中なので、これでもあんまり人がいないっていう
感じかな。さあこのままちょっとね人がいっぱいいるところ左側に振り向いてください。そうするとここがサンピエール教会です。はい、こちらですね。扉の左にいるのはジャンヌ・ダルク。ここサンピエール・ペテロという人はもともとね漁師だったということで、ここは漁師の守護聖人である聖ペテロが、捧げられている教会です。ここはねモン・サン・ミシェルの人々の結婚式とかお葬式とかそういう町の人々のための教会になっています。そしてそのままちょっとね目をずらして上の方を見てみると、さあ修道院が上の方に見えてきました。さあここのね、麓まで行きましょう。さあそのままね坂を登っていきましょう。結構ね人が増えてきたでしょ。この参道をかつてはね中世の間は巡礼者たちが列をなしながら登っていったんだよね。さあそんな巡礼者のような気持ちになって私たちも歩いていきましょう。さあ右手見てください。壁の中に今度は甲冑をつけた老けたおっさんベルトランド・ゲクランが出てきました。英仏100年戦争中に活躍した大元帥、戦術の天才と言われていたんですよ。下のねドラゴンやっつけてますね。さあもう一度ね振り向いていただいて、また参道の方に戻りながらですね、はい戻っていきましょう。こっからがね階段になって結構きついですよ。私の声も乱れていくんじゃないかな。この辺から口数が少なくなると思いますが、頑張って登っていきます。このままずっと登っていくと修道院のねすぐ麓まで行きますんで、今回はねこのモン・サン・ミッシェルの街、これをね、いろんな魅力を皆さんに伝えていきたいと思っていますよ。ですからね、ただこの参道をまっすぐ今は登ってるだけなんだけども、降りたりもう一回登ったりルートを変えながらね皆さんにいろんなモン・サン・ミッシェルを今回は紹介しようと思ってます。ですから今ね私たちが言ってるのは本当に一番中心的なルート、それをまっすぐ行ったっていう感じの一番有名なルートですね。さあ見てください。上をね振り向いていただくと、ここにはものすごく綺麗に修道院が見えてきましたね。もうちょっと階段登ってみようか。さあ修道院が見えてきたよ。見てください。すごいでしょ。修道院が見えてきたということは、今私たちはこのモン・サン・ミッシェルの岩山の頂上までやってきたということです。ここから先はね、修道院に入場する人たちだけが上がれるような階段がなってますけど、そのね、手前の階段を登って私たち行きたいと思います。さあここでね一回立ち止まって、あそこに、2つの丸い塔があってね、でその上にフランスの国旗と、ヨーロッパの国旗があるんだけども、あそこがちょうどね修道院の入り口になっていますよ。修道院の中を入場するときはあそこから入ります。今回は修道院のね、入り口を入らずに修道院の周辺を回りながら、またモン・サン・ミシェルの街の散策をしていきます。ということでね、もう一回、この私たちの今目の前にある通路を進んでいきましょう。さあこちらです。そのまままっすぐ進んでいこう。そうするとモン・サン・ミシェルの修道院っていうのはね、岩山の上にかぶせるように修道院が建てられているんだけども、そうすると修道院の上に立っている、土台になっているね岩がこのようにむき出しに見えてきました。はい、見てください。これね花崗岩と呼ばれる非常に硬い岩ですよ。このような非常に硬い岩の上に大きなね修道院を
建てているというのがこのモン・サン・ミシェルという場所なんです。ですから見てください。ほらここね、岩がむき出しになってるでしょ。こんなところを、石をね積み上げながらこのような巨大な修道院を建てているんですよ。この石は非常に硬い石なので、いろんなね加工するのが難しいんだけども、まさにこのようなむき出しの石、そういうものに形をね、適用しながら巨大な建築を作った、それがモン・サン・ミシェルのすごいところの一つですね。さあこのままねまっすぐ進んでいきましょう。そうすると、モン・サン・ミシェルはね修道院以外でも有料で入れるような、蝋人形とかを使った美術館、博物館みたいなものがあるんだけども、さあここでねこのミューゼ、博物館かな、かつてのここは、革命時代にはね牢屋として使われていたんだけども、その牢屋を再現した博物館なんていうのがあります。さあこの博物館の左手、そうするとこんなところにね裏道がありました。さあここから皆様にモン・サン・ミシェルの裏道を紹介していきましょう。じゃあねここの階段を降りていきます。さあ行きましょう。皆さんね足元気をつけてくださいよ。結構ねガタガタの階段なので、さあ階段を降りたらこのまま裏道をねずっと行きます。今岩山を私たちは登ってきたので、これから岩山を裏道を通りながら皆さんと一緒に降りていきたいと思いますよ。さあ左に曲がって道なりに行きます。そうすると先ほど皆さん覚えてるかな、教会の前を通ってね聖ペテロ教会、そうすると私たちは教会の今真後ろに出てきた。そしてこのまま身を乗り出してみるとどうだろう、ここからほら教会のねお墓が見えるんですよ。このお墓には先ほどオムレツ、元祖ねふわふわオムレツを作ったメールプラルおばさんのね家族のお墓があるんで、そんなところも通っていこうか。さあもう一度ね、裏道に戻ってここを階段のところを降りていきましょう。皆さん聞こえるかな、このカモメのね声が非常に心地よく私たちの耳には響いているよ。さあ左のねこの小さな通路入っていこう。はい、ここにね、通路があるんだけども、こんなところに入っていきます。こちらが先ほどの聖ペテロのね、付属していた墓地でございます。なかなか時間がなくて、モン・サン・ミシェルのね街中を散策する時間がないとなかなかこういうとこ来れないと思うんだけども、こんなところもね裏道で通ってみると面白いんじゃないかなと思いますよ。さあ今目の前にお墓がたくさん見えてきたんだけども、この手前にある灰色いお墓の左手、こっちから入っていこうか。そうここのところから入っていこう。さあそして12345つ目、ここの灰色いお墓なんだけど見えるかな、ファミーユ・プラーって書いてある。メール・プラールのおばさんの家系はプラール家というんだけども、ここのお墓にねメール・プラール元祖オムレツのおばさんが眠っているということですよね。さあ今度はこの墓地を出ていきましょう。このまままっすぐ行きます。まっすぐ行って今度は左に曲がりましょう。はい、そのまままっすぐです。こっちさあこの出口から出ましょう。いろんな出口があってね、
そして左手、これが先ほどの私たちが目の前に通った教会ですよね。さあこれからね、左をちょっと振り向いてください。墓地の方もう一回見上げていただくと、はい、ここからも上にはね、モン・サン・ミシェルの修道院が見えています。素晴らしいでしょ。天気もね、最高にいいんですよ。ここのノルマンディーは雨が非常に降りやすくてね、しばしば雨が降っていたんだけど、私たちが散策する時にはこのように綺麗な太陽が出て美しいモン・サン・ミシェルを見ていただくことができますよ。さあそれでは私たちの視線を戻して教会の方に進んでいきます。さあ行きましょう。足元気をつけてくださいね。ここはね、ちょっとした段差とかがありますから。はい、さあ聖ペトロ教会が出てきました。そしてこのまままっすぐ行くこともできるんだけども、このね、教会の右手に入って今度そのまままた右に戻っていきます。裏道をこのまま続けていきますよ。このまままっすぐ行けば参道に戻るんだけども、私たちはこのまますぐここを右に入って再度裏道に入っていこう。さあこの裏道を進んでいきましょう。迷路みたいになってるでしょ。このね、迷路みたいになってるところを進むのが面白いんだよね。こういうところもモン・サン・ミシェルの散策の本当に醍醐味といったところでしょう。さあここからね、この通り道がどんどん細くなっていく、狭くなっていきますよ。さあどうだろう。このね、結構私たちは今ごついカメラを持っているんだけども、さあそのカメラでも通ることができるでしょうか。ガイドさんがね、今フランス人の方にこんな裏道の歴史なんかを説明しています。そう、こんなところね、なかなかガイドさんがいないと通らないところかもしれないよね。さあここからもね、モン・サン・ミシェルの外の景色、美しい景色が見えております。このまままっすぐ行って、この裏道を通っていきましょう。この裏道の先どうだろう。モン・サン・ミシェルに来た人、もしかしたら通ったことがある人がいるかもしれません。ここから道はどんどん細くなっていくよ。さあこれからね、参道に戻っていきます。しかしこの参道わかりますか皆さん。どんどん狭くなってくる。あ、向こうからもね、人が来てるからちょっと待ちましょうか。もうこの辺はね、人と人がすれ違うことも難しいので、人がいたら止まってね、そして私たちの順番を待つと、そんな感じの道でございます。さあ人がいた、進んでいこう。さあ足元気をつけてくださいね。ここでも狭い道が続きます。そしてここ、さあ通れるか。このカメラを持ちつつ最も細い路地にやってきました。ここです。皆さんわかるかな、この細さ。あそこに人が通ってるでしょ。ここをね通っていくんだけど、どうだろう。すごい大きなね、カメラを持って超高画質でお送りしていますが、さあこのカメラ通ることができるんだろうか。チャレンジです。さあゆっくりとプロカメラマンのコウさんが進んでいくけど、さあ果たしてこのジンバルはこの隙間から通ることができるんだろうか。少しずつ進んでおります。なんとかね、人一人が入れるような隙間が空いてるんだけども、さあここから階段になりますよ。気をつけてね、足元。お、どうだろう。通ることができそうだ。お、さあここでもう一度参道に出てきました。右に行きましょう。はい、今までね私たちが通ってきた道に戻ってきました。さあこのまままっすぐ行こう。そうするとここで一回ね、今私たちが降りてるのがこれがメインの参道でございます。ここを私たちは登っていって、そして裏道から下ってきたよね。さあ私たちはね、これからもう一回このモン・サン・ミシェルを進んでいこうと、登っていこうと思いますよ。ただ同じように登ったんじゃ面白くないよね。さあここに左手にはこんな階段が出てきました。さあここ登ったら一体何に続いているんだろうか。登ってみよう。さあここも足元を気をつけてね。ここも急な階段になってるよ。
さあ、これからモン・サン・ミシェルの2周目に入ります。今度はモン・サン・ミシェルが14世紀英仏100年戦争においてね、イギリスとフランスで戦っていたんだけども、その要塞時代の城壁の上をこれから歩いていくことにしますよ。さあ見てください、この景色。このね、今は、橋が見えていると思うんだけども、こんなところから私たちはこのモン・サン・ミシェルに入場してきましたよ。そして広大な干潟湾ですねが広がっております。この湾を望みながらこのモン・サン・ミシェルをもう一度ね、上まで登っていきましょう。さあこちらがね、私たちの左側に進んでいきます。そうすると見てください、右手にはね、この要塞時代の丸い塔になっている部分、そんなものも見えてきましたよ。さあこのね、城壁の上をぐるっと回ると、モン・サン・ミシェルがね、いかにこの海に囲まれた孤島であるかっていうことがよくわかると思います。はい、ここね、このような防御施設、自由の塔トゥオ・ダ・リベルテと書いてありますけども、このね、穴が開いているところからもともとは銃丸などね、矢を撃っていたんです。さあこのまま擁壁をまっすぐ、城壁の上をまっすぐ進んでいこう。ここにもお土産屋さんがずらっと並んでいるんだけど、さあ素晴らしい景色だと思わない？ずっと向こう側に干潟が続いている景色が見えると思いますよ。はい、ここからもね、修道院が見えてきました。修道院のちょうど東側の内陣のね、後ろにたくさんアーク布団といって飛び梁が出ているところが見えていましたね。はい、見てください、この城壁の上からね、この湾が見えております。モン・サン・ミシェルは世界遺産に登録されているんだけども、モン・サン・ミシェルの単独ではなく、モン・サン・ミシェルとその湾ということで世界遺産に登録されています。ですからまさにこの湾とともにモン・サン・ミシェルはあるという感じでしょう。さあこのままね、この城壁の上をずっと進んでいきましょう。そうするとね、また私たちは少しずつ階段を上っていくことになりますよ。さあそうするとね、左手にもね、このようなテラスが出ていたり、レストランですね。このレストランを向こう側に突き抜けると、先ほど私たちが初めに登っていたグランドリューというね、メイン大通りに出ることができます。そしてその上にはね、修道院が見えていました。さあこのまままっすぐ城壁を進んでいきましょう。またね、このような丸い部分、塔の部分が出てきました。このようにして塔を作ることによって周りをね、180度見張ることができたということですよね。さあこのままね、もうちょっと進んでいくと、今度はモン・サン・ミシェル、と同じような岩山が見えてきます。トンブレンヌ島というんだけども、このまままっすぐ行くと見えてきますよ。はい、このように、右のね壁、いろんな穴が開いていると思うんだけども、こんなところから矢とかね、そういうものを撃っていたんです。さあ皆さん見えてきたかな。目の前には大きな壁が見えてきたでしょ。ここを私たちは登っていくことになりますよ。さあ美しい空に修道院が生えているよね。素晴らしい美しい姿を皆さんに見ていただいて非常に嬉しいですね。さあここ登っていくよ。大変だけども息を整えて、準備はいい？さあ登っていこう。結構階段が急だから気をつけてくださいね。息が切れたら止まっても大丈夫。無理をしないでゆっくりと登っていこう。
私の解説ももしかしたら言葉少なくなってしまうかもしれないね。一気に登らずに少しずつで大丈夫。さあ少しずつ登っていくと私たちの見える景色というのも変わっていきますよ。見てください。向こう側に干潟が見えてきた。素晴らしい景色でしょう。さあ上まで登っていってしまうか。こんな感じで素晴らしい景色が広がっています。よし、もう少し上まで行っちゃおう。さあ皆さん頑張りましょう。もう少しで頂上ですよ。あと一息登っていくとちょっとね丸いところに行きますんで、よしそこまで行ったらこのね絶景を一緒に眺めようじゃないですか。よし着きました。さあ見てください。この広がった景色美しいでしょう。はい、私たちねあそこの城壁の上をずっと歩いてきたんですよ。そしてここにはぐるっとモン・サン・ミシェルを囲んでいる湾があります。そして見てください。わかるかな。私たちの今ね目の前にはトンブレンヌ島といって、島がひょうたん島みたいなものが見えていますよね。はい、もともとモン・サン・ミシェルはあのような島だったんです。あの島にね、英仏100年戦争の時代はあそこまでイギリス軍が攻めてきて要塞を建てたと言われています。その手前には歩っている人たちが見えるかな。なかなか難しいかもしれないんだけども、あの人たちはね、かつて巡礼者がやったように、この干潟を歩きながら向こう岸まで行くツアーをね参加したりしているんですよ。ここの湾は非常に粘土質の砂が堆積していて、歩くとね非常に気持ちいいんですよ。すごく幻想的な体験ができますので、機会があればぜひね皆さんやってほしいなと思っているようなアクティビティでございます。けどねここはただ自分たちの判断で歩ったら危ないと言われているんですよ。というのはね、ここはね流砂といって、底なし沼のようなものがあるんですね。足を取られてしまってそのまま溺れて死んでしまったなんていう人が、たまにいるのでね、ちゃんと専用の干潟を歩くための専用のガイドさんと一緒に、このツアーに参加してね、歩くようにしてください。素晴らしいでしょう。さあそれではこのままずっとこの両城壁のところをね、もう少し登っていきましょう。そうするともう一度私たちが、それまでいたこの修道院のねすぐ麓まで行くことができます。さあここからね少し修道院見てください。ここからも上にね望む修道院、素晴らしい姿を望むことができますよ。ほらすごいでしょう。青い空に映えて素晴らしい修道院が見えています。じゃあそのねもう一度麓まで行きます。さあこのまま進んでいこう。またね少しだけ階段登りますけど、この階段が最後だからね皆さん、頑張ってゆっくりでいいですよ。ゆっくりと登っていこう。Elles sont pas even les. さあ同じところに私たちは着きました。もう一度ここで左の階段を降りていこう。うわー、さっきより人が増えてきたね。天気もいいしね。今フランス人とかヨーロッパ人が中心だと思うんだけども、結構人が増えてきました。じゃあね同じように、階段を降りていきましょう。気をつけてね。
結構急な階段だから。さあ、またね、修道院のふもと、これちょうど私たち2周目の半分が終わったけども、同じように右の階段を上がって、そしてすぐ左の道に入っていこう。先ほど入った道だね、同じところを行きましょう。さあ、修道院に行く人は私たちのね、右側にあるこの階段を登って行ってくださいね。はい、今ね、女の子とか、お姉さんたちが入っていったんだけども、その道に行くとあそこのね、修道院の方に行くことができます。さあ、私たちはもう一度、私たち今目の前にある道を進みながら、今度はね、皆様を知られざるモン・サン・ミシェルに連れて行きたいと思ってますよ。おそらくなかなかこんなところまで行く人はいないんじゃないか。そんなところを今回は皆さんに紹介していきましょう。さあ、同じように再びまたモン・サン・ミシェルの山頂にある岩山が見えてきた。これは先ほど見たものと一緒です。全く同じところをもう一回通っていますよ。さあ、先ほどこの先に何があったか覚えてる？この先には何か博物館のようなものがあったよね。あそこは19世紀、この修道院は牢獄として使われていたんだけども、そこが今では蝋人形なんかを使った美術館、博物館になっていました。さあ、この博物館の先ほどは下の階段を降りていったんだけど、今度は右にある階段、今ね、人が降りてきているんだけども、その右にある階段を今度は登っていこう。さあ、ここもね、手すりとかがない階段なので、皆さん足元に気をつけてね。さあ、ゆっくりでいいよ。そしてあの扉の中に入っていこう。そして右を見ると、こちらがもう一つの修道院の入り口になっています。ただしね、今コロナの状況で、入り口を一つに絞ったりしているので、現在はここから入ることができないんですが、この裏口から入ることもできるんですよ。さあ、もう一度反対方向に振り返って、この扉があるんだけども、この扉の中を入って、今度はさらに知られざる裏道に皆様をご案内していきましょう。さあ、進んでいこう。さあ、このまままっすぐ行くよ。みんな気づいたかな？先ほど表通りにはたくさん人がいたでしょ。けども一気に人がいなくなったと思わない？なかなかこういうところを行く人は少ないんだよね。そして左側には橋が見えているモン・サン・ミシェルのね、裏道のさらに裏道に私たちは入っていきましたよ。さあ、岩が見えてきた。岩が見えてきて、その上には修道院が見えています。さあ、こんなね感じの、なかなか皆さんにとっては馴染みのないモン・サン・ミシェルの光景が広がっているんじゃないかな。さあ、そして今私たちはこれモン・サン・ミシェルの南側にあたります。ちょうど私たちが渡ってきた橋が見えてるんだけど、その隣に大きな川があるのが見えますか？橋の右側にさらに川が流れているよね。その川、はい、この川はね、クエノン川と言います。このクエノン川を渡った私たちから見て右側がいわゆるブルターニュ地方。この私たち側というかね、手前がノルマンディー地方です。そう、ここはノルマンディーとブルターニュの本当にね、境界になっているということがわかりますね。さあ、それではね、さらに皆さんの知られざるモン・サン・ミシェルにお連れしましょうということで、ちょっとねここで一回止まっていただいて、もう一度左を見てください。絶景でしょ。素晴らしい光景を見ていただいた後、今度ね私たちのこちら側、右手にあるこの階段を降りていきましょう。はい、今ね目の前に道が見えてきた。さあ、こちらの道を降りていきます。ちょっと道が広くなったの気づきました？さあ、気をつけてね。足元気をつけて、ゆっくりでいいよ。ゆっくりと降りていきましょう。ここね道が広くなったんだけども、
モン・サン・ミッシェルの島内にね、ジュースだとか水だとか食材だとかそういうものを運び入れるときはこの道から入れていきます。ですからここにはトラックとかね、そういう運搬用の車両なんかが出てきます。さあここからね、もう一度右手を振り向いてください。そうすると見えますか、この滑り台のようなものが見えてきたでしょ。この滑り台のようなもの、さあずっと下まで降りてくると、はい、ここにあります。ここにね、ソリみたいなものを置きましてね、そこにいっぱい荷物を積みます。そしてそのソリのようなものにね、紐をくくりつけて、その紐をずっと引っ張ることによって、かつては修道院の中に荷物を運搬していきました。ですからもう一度この滑り台のようなものの上をぐーっと見てってください。そうすると分かりますか、ほらソリのようなものがかつて使っていましたよという意味でぶら下がっているでしょ。このようにしてモン・サン・ミッシェルの中にね、修道院の中に、食料を運び入れていったんです。当時はね、牢獄として使われていたその囚人たちの食料のためにこのようにものがあるんだけども、はい、こんなものが見えています。さあ今度は左を向いてもう一度このまま坂を降りていきましょう。はい、それではこのまま進んでいこう。いやー、今回はね、モン・サン・ミッシェルいろんなところ、知らないところばっかりだったなと思ってくれたんじゃないかと思いますけどね、実はねこれで終わりじゃないんだな。これで終わりじゃなくて、もっとねさらに知られざる場所を皆さんに最後に紹介していこうと思いますよ。まあね、ほとんどもう私たちのこの散歩も終盤に差し掛かってるんだけど、この道なりにね、左の方に降りていきます。終盤に差し掛かっているんだけども、このまま道なりにずっと進んでいくと私たちのね、入場した入り口に行くんだけども、同時にねもう一つ入り口があって、干潟ツアー、今先ほどひょうたん島みたいなねところまで歩ってる人たちが見えていたよね。その干潟ツアーに参加する人、今ねちょうど修道士の方が目の前を通っていましたね。このモン・サン・ミッシェルというところは常に修道士たちが住んでいるところで、現在でもあのような修道士さんが生活されています。ちょうどね修道士修道女合わせてだいたい10名ぐらいの人々が今でもこのような僧侶の暮らしをされているんですよ。さあこのままねずっと坂を下っていきましょう。そして干潟ツアーの話をしていたんだ。干潟ツアーに参加する人たちもいるんだけども、その人たちの専用の入り口が実はあって、ここから干潟を出発するというね、そのような入り口があるんです。そしてその入り口をずっと登ってきたところが今私たちが歩いている道なんですね。ですからね、これから干潟ツアーに皆様をご招待という感じのその出発場所まで皆様をご案内いたしましょう。こんなところから干潟ツアーの人たちは干潟に歩き始めているんですよというところをね、これから皆さんにお見せします。さあこのままねゆっくりと坂を降りていきます。ずっと階段だったんだけど、ここは坂になってるでしょ。それはほら荷物を積んだね車なんかがここを走れるようになっているんです。さあちょっと待って、一回止まって、このままぐるっと回転してください。このままずっと行くと出口に行ってしまうんですが、今回私たちが紹介したいのは、はい、この後ろでございます。見えた？あそこの入り口、あそこに皆様をご案内したいんです。さあこの入り口素晴らしいでしょ。これは城壁の塔が今見えていますよ。この城壁の門のところにほらここに入り口があるじゃない。さあここの中入っていこう。ここが干潟に参加する人たちが進んで出発する場所なんですね。さあここからもね足元が結構急になっていて、段差があるんで気をつけてくださいね。さあそのままゆっくりと進んでいきましょう。ゆっくりでいいよ。さあこんなところをね、皆さん裸足で進んでいくんです。さあどうですか皆さん、モン・サン・ミッシェル
モン・サン・ミッシェル来たことがあるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、こんなところまではいらっしゃったことがないんじゃないかな。さあ見てください。モン・サン・ミッシェルの切り立った岩山がむき出しになっている部分が出てきましたよ。いやー、美しいね、干潟が広がっている。さあこんなところからね、干潟に出発する、干潟がね、見えている。いやー、本当にね、広大な景色が見えていますけども、こんなところからみんなね、干潟に出発して、先ほど見たトンブレントみたいなところからね、もう一度かつての巡礼者たちの気持ちをね、もう一度思いながら干潟を歩くと、そんなねツアーにここから参加していくことになるんですね。どうしましょう。このね先かなり岩山でちょっと砂地があるんだけども、そこを歩けば一番初めに見せた足場が悪いんだけども、このまま行くと礼拝堂みたいなところまで行けます。どうしましょう。ここで終わる？よし。ということでね、こっからはおまけ編でございます。先ほど干潟ツアーに出発する場所というところまで皆さんをご案内いたしましたが、ここからちょっとだけ先に行くとオーベルの礼拝堂というものがあるので、そこまで皆さんをお連れしましょう。さあ私たちの目の前には干潟がありますが、このね私とカメラマンは今ね裸足になって干潟を少しだけ歩いていきます。さあそれでは目の前に進んでいきましょう。足元気をつけてくださいね。岩がねゴツゴツとありますんで、このね岩山のところは結構岩がゴツゴツありますんで、足元をね見ながらゆっくり進んでいきましょう。はい、これね今足元はちょっとね粘土質のね濡れた粘土の上を歩いているっていう感じで、寝ちゃって感じなんだけど、これがねまたすごい気持ちいい感じなんですよね。非常にね心地いい感じ。なんかすごいなんていうの、ドロドロの髪のまた足元岩があるから気をつけてね。ちょっとヘドロのところを歩いてるっていう感じもあるんだけど、なんていうのかな、すごい緩い紙粘土の上を歩いてるって感じかな。さあ岩もあるから足を取られないように気をつけてね。さあそして今目の前見てください。目の前に見えてきましたよ。これがオーベルの礼拝堂です。このね干潟のところから行かないとなかなか行けないというところなんだけども、さあこのね正面までちょっと皆さんをご案内していきましょう。さあ私たちのね足を取られながらなのでゆっくり進んでいきます。ピチャピチャ言ってるの画面がこれぐらついてってあるんです。これね今ねこの辺はすごくねドロドロの土がありまして、結構ね足元を取られてしまうんですね。で滑るからねこんな感じ、ぬちょぬちょっていう感じなんだけども危ない転ばないように、さあ気を取り直してですね、はい、礼拝堂が見えてきた。こちらですね。はい、この礼拝堂、なかなかね、この干潟のところを行かないといけないので、ここまで来れる方っていうのはなかなか少ないとは思うんだけども、さあこのまま進んでいきましょう。さあこの岩山の上にね作られたオーベルの礼拝堂です。そのね上を見てください。礼拝堂の上を見るとオーベル司教なのかな、ちょっとあんまり私もよく知らないんだけども、そこにね、彫刻が立ってますよね。さあそのね岩山の上にあって小さな礼拝堂、この右端にまたここにも小さな階段がありますので、そこを登っていこうか。さあまたね下がぐにょぐにょなんだけども、結構ね、歩いてると気持ちいいことは気持ちいいんだけど、何せ滑るもんでぐらつきますね。さあ階段が見えてきた。この上を登っていきましょう。さあ皆さんどうだろう。こんなところまでモン・サン・ミッシェル行ったっていう方は少ないと思いますよ。中には行ったっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、さあ階段に着きました。ゆっくりこの
石の階段を登っていきます。さあ気をつけてね。はい、ここまでやってきた。そうすると見てください、また階段があって、そしてそのまま見上げるとこのようにオーベールの礼拝堂が見えてきました。さあゆっくりと転ばないように進んでいきます。見てください、こんな感じ、素晴らしいでしょう。こんなところがモン・サン・ミシェルにもあったんですよ。知られざるモン・サン・ミシェル。さあやっとここまで着きました。素晴らしい景色。実はねここは空いていないんだけども、さあここからねもう一度干潟の方を見てみようか。さあ空があって干潟があって、そして私たちの歩いてきたところ道になってますよ。私たちはあんなところを歩いてきましたね。土がぐちょぐちょってなってるでしょ。あそこを滑りながら降りてきました。そしてモン・サン・ミシェルの方を見てください。岩山があって、岩山の上に建物が作られているっていうのが分かりますよね。そしてねこちら側は、木なんかもあって、そしてこのまた逆の方向を向いていただくとすごい風で聞こえているのかな、ものすごい風です。煽られているんだけども、ここにまた岩場が広がっている。こんなところからまた巡礼者たちはね、自分たちの家に帰っていったり、あるいはここにモン・サン・ミシェルに着いたりして、そして巡礼を行っていたということなんでしょう。はい、こんなね、知られざるモン・サン・ミシェルの姿を皆様にお見せできることができて、今回は非常に嬉しく思います。すごいバタバタいって風にあおられて飛ばされそうになっているんだけども、さあということで今ね目の前にはトンブレンヌ島が見えておりますけども、そんなトンブレンヌ島を見ながらまた、再度皆さんとお別れしたいと思います。今回は動画を見ていただきありがとうございました。またねオニバオンラインツアーなどやっておりますので、これからもオニバをよろしくお願いいたします。それではまた次のオニバでお会いしましょう。それでは皆さんアビアント。